こんにちは。こんばんは。この動画では藤子、藤尾 SF 短編集の中から1作品選んで、紹介、解説していくぜ。ネタバレ全開らしいからまだ見てない人はブラウザバックしてね。じゃあ、早速行こうか。そうだね、いざレッツゴー。今回紹介するのは宇宙人レポート、サンプル A と B、だぜ。どんな作品なの？とりあえず、簡単にストーリーを紹介しようか。頼むわ。その生物に巡り合ったのは QL831 過剰星雲の周辺部、小さな恒星系の第3番惑星においてである。それは安定した軌道を持ち、いかにも生命体の存在が期待できそうな外見を備えていた。表面はかなりの部分が円錐で覆われている。点在する陸地は合わせて3分の1にもなろうか。我々は全く無造作に調査地点を選び加工した。そこには期待通りの原始文明が存在した。粗末ではあるが明らかに人工のものと認められる集落があった。その生物との出会いは集落中央の広場であった。十数個の異様な生物が入り乱れて動いていた。炭素系生物は理論的にはその存在を予測されていたが、確認されたのは今回の調査が初めてである。彼らの近くは意外に鈍い。我々は感知されることなく、十分に接近して観察を続けることができた。各個体の外観はまちまちで体の大部分は繊維質の外皮に包まれている。彼らの行動の意味は我々には理解しがたいものであった。上司に持った金属片を相手の体の中に挿入するのが目的のようである。相手はこの動きに反発し互いに複雑な運動を繰り返している。観測を続けるうちどうやら彼らは A、B2 つのグループに分類されることが分かった。この一連の運動は間もなく登場した第三者によって停止させられた。A、B いずれにも属せず、むしろ両グループの行動を規制する力を有するもののようである。グループは拡散した。我々は観察の対象を絞らねばならない。とりあえず A グループの一員を追尾する。彼らが外界を知覚する手段は主として太陽光によってである。可視範囲は4000から8000オングストローム。視覚によるコンタクトがあった。同じ A グループの個体らしい。コミュニケーションが持たれたようである。コミュニケーションは大気の波動によって行われる。我々は観察をこの個体に絞って続けることにした。以下サンプル A と呼ぶ。探査地球が夜になった。巨大な衛星が空にかかった。A'2 の3体が連れ立って夜の集落を歩く。彼らの目的地は B グループその他の大群生地であった。これは宣告の激しい反発ぶりから見て不可解というほかない。群れは上司をつなぎ合い、実動ある単調な運動を繰り返している。実動の源は3人の男による大気振動であった。この生物たちには特定の周波数律動あるいはその組み合わせのによる振動が心よいものであるらしい。我々は B グループからも観察対象を抽出した。以下サンプルを B と呼ぶ。何かが起こった。A、B 両者の受光口はいっぱいに開かれ、1ルックスの反射光も逃すまいとした。酸素吸引器官は平常時の 1.3 倍の速さで働き、酸素及び栄養搬送のための液を体内に送り出す器官は実に 2.5 倍の運動を開始した。この異変の原因は不明である。一つの因子と推定されたのは頭部表面の凹凸である。他の個体の観察例を集計した結果、凹凸の微妙な差と、異変との間に明らかな相関関係が示された。両者も律動に乗って運動を始めた。2個は互いに相手のみを認識し、2個だけの世界で律動に乗り動きに動く。2個は発信口を接した。発信口は栄養摂取口も兼ねている。彼らはこのような時にも栄養摂取欲を失われないのである。集会は終わり各個体はそれぞれの巣に帰った。ここで A は理解しがたい行動をとる。A は B グループ群生地に引き返し B の静止室に接近した。彼らは生活単位時間の3分の1を静止状態で過ごす。そのための区画が静止室だ。静止室外台上に B が現れた。両者の間には未知の吸引力が作用していると考えられる。大気振動の応酬が再開される。ひそやかに。しかし熱中して応酬は明け方近くまで続けられた。早朝、サンプル A は B と離れた。下肢のもつれは静止不足のみによるものではない。頭部に見られる思考波とおぼしき波動が異常な乱れ方を示しているからだ。A はある個体を尋ねる。以下 X と呼ぶ。A は X に向かって猛烈に大気を震わせた。この頃すでに我々は彼らの大気振動の意味をある程度解析済みであった。そこでの A の X に訴えた内容を記せば、要するに A、B 両者が恒常的に近接して存在したいという意味であった。このような欲求の生まれる源が何か、彼らの生命活動にどんな関わりがあるのかは不明。
B も Y に同様の訴えを行った。B と Y の関係は親密でそれは B の要請時に起因するらしい。A、B の意を受け X と Y は接近した。取るべき手段が検討された。儀式が持たれた。これは A、B 両グループとは関わりなく行われたものである。この儀式には A、B、X の他に第三者が介在していたようだ。思考の存在、万能者、などと X は呼んでいた。そんな高等動物にならぜひやってみたいと手を尽くして探査したが、ついに発見できなかった。A、B の思考派は穏やかにうねり、搬送液は温かく両者の体内を巡った。これで欲求は達成されたことになるらしい。いかに重大め化した始まりにしてはあっけない幕切れだ。いささか肩透かしの感があった。ところがことは意外な方向に進展した。A ダッシュが共に前進していたところ、偶発的に B グループと出会ったのだ。B ダッシュは金属片を抜き放った。我々は期待した。今度こそこの行動を結末まで観察できそうだ。A は抜かない。奇妙にも B グループに対する反発を全く失っているようだ。B ダッシュは構わず秒速 2.7 メートルの速さで金属片を A に接近させた。A ダッシュが立ちはだかった。てっぺんは A ダッシュの中に吸い込まれた。組織が破壊され搬送液が撒き散らされた。A ダッシュは生命活動を停止した。驚くべき脆さである。今度は A が B ダッシュの生命活動を停止させたのだ。前室の寄生者 Z が来た。Z は A に対し生息地を遠く移すことを命じた。A、B は永遠に離れて存在することを強いられたわけである。B は受光口から液体を分泌した。この液体は他の個体の思考派に影響を及ぼすものらしい。Y は影響された。Y は X にコンタクトし、X は A に、Y は B にそれぞれコンタクトし、その夜、A と B のコンタクトが成立したのである。外皮を取り去った両者の体には相違点がある。他のあらゆるサンプルについてもこの相違点は認められた。種族の違いか、それとも単なる個体差か。ともあれ A と B はその相違点を奇妙な形で利用したのである。この行為は相求める両者の欲求の帰結であったらしい。A も B も深い充足感に満たされた。相違点の利用は夜中、飽くことなく繰り返された。朝を迎え、A、B は待機振動を交わす。その後、A は長距離移動した。B は新たな個体 H との恒常的近接生活を強制された。ただそれだけのことであるが B にとっては生命活動停止に勝る重大事であったようだ。彼らの価値観は非常に独特というほかない。B はそれを X に伝えた。X は B に合成化学物質を渡した。これを栄養摂取器官に通した生物は一時的に生命活動を停止するという。恒常的近接生活は通常、非生命体との間に行われない。従って B は元生命体貯蔵庫に放置されるはずだ。やがて B は生命活動を再開する。そこへ A が来る。両者上司を取り合ってトークフェイク。というのが X の提案した段取りであった。B は合成化学物質を発信口から体内に流し込んだ。効果は即座に現れた。この段取りは A にも知らされるはずであった。ところが X のメッセージを携えた P よりも早く、A ダッシュダッシュの派遣した Q の方が A の元に先着してしまったのである。Q のメッセージは単に B の生命活動停止のみを伝えるものだった。A の頭部保護再感は逆立ち、搬送液は全身を逆流した。時を置かず A は4速走行生物に乗り B との距離を急速に短縮し始めたのである。A は B が生命活動が停止していることを認識した。A も合成化学物質を体に流し込んだ。それは B が取り込んだ一時的に生命活動を停止させるものではなく完全に停止させるものであった。数日後、B が目覚め A の生命が停止していることを確認する。B は自らに金属片を刺し、生命活動を停止させた。すべてが終わった時、我々の思考派に不思議な乱れが生じた。かつてない経験だ。A、B 両グループが受光口から流した液体は3.14リットルに及んだ。グループ間の対立は解消したらしい。しかし我々はもう観察を続ける興味を失った。A と B が求め合った力の激しさ。あの吸引力が今回の探査口で最も我々の興味をそそられた現象だったのだ。その夜我々は A、B を掘り出し、再生した。手近の小島に両者を送った。島には同種の生命体こそいなかったが生存に必要な環境は備えていた。我々は確かめたかったのだ。あの激しい力は果たして不変のものなのか、それともやがては風化し変質していくものなのか。奇妙なことに我々は結果を確認していない。あの夜、第3番惑星を離れてすでに500年。未だに我々は実験の結果を見届けに行こうとはしていない。以上が宇宙人レポート、サンプル A と B の内容だぜ。何これ、なぜか小難しい言い方をしてたし。
ちょっと理解が追いつかないわ。まあ、初見はそうなるわな。私も初めは混乱したぜ。じゃあ、こっから宇宙人レポート、サンプル A と B の解説をしていこう。今回はこれらの項目に従って解説するぞ。わかったわ。まずは一つ目。そもそもこの作品は何なのか、について解説する。何なのかってまずそこから入るのね。でも確かにこれを見た後だとそこが気になるわね。だろう、劇中ではほとんどセリフは出てこず、淡々と場面を聞き慣れない言い回しで説明しているような作品だからな。でも私はこのアバンギャルドな作風が超絶大好きだぜ。アバンギャルド。前衛的、かなり攻めた作風ってことだぜ。最近アバンギャルドっていうのが私の中でトレンドだぜ。そうなのね。確かにかなり珍しい感じの作品だと思うわ。でもなんでこんな作風にしたのかしら。それを読み解くにはまずこの作品がレポート形式になっていることを理解する必要がある。それはタイトルにもなってるからわかるわ。ではそのレポートの語り手と対象はどういったものだろうか。語り手は冒頭の地球を眺めてる感じから、地球を調査しに来た宇宙人的な存在で、対象はそこに住むサンプル A と B かな。概要はそれで合ってる。大事なのはそれらがどういった特色があるのかだ。結論から言うと、この作品は宇宙人が、シェイクスピアの戯曲、ロミオとジュリエット、を見たらどう感じるのか、という思考実験的なものなんだ。確かにあのバルコニーのやりとりはロミオとジュリエットっぽいかも。宇宙人が見たら確かにどう感じるのかしら。ここで登場する宇宙人は限りなく物事を客観的、科学的に捉えようとしている。それに対し、ロミオとジュリエットは悲劇の作品とされていて、立場の違う男女が社会の壁を乗り越えて恋愛を成就させようとするかなり情動に富んだ作品だ。この対照的な描写をあえて絡ませている点が、この作品の肝であり、独特な作風になっているゆえんなのだ。なるほど、確かにそう見るとなんか興味深くなってきたわ。あと、この作品の作画は藤子、藤尾先生ではなく、小森真美さんという別の方が担当しているんだ。そうなんだ。なんで別の人なんだろう。小森さんの絵柄は少女漫画風で感情に富んでおり、ロミオとジュリエットを描くのにふさわしい絵柄と言える。また、宇宙人は語りのみでその姿は一切登場しない。おそらく、情緒的な地球人のキャラクターと淡白で論理的な宇宙人との対比を際立たせるため、あえてこのような形にしたのだろう。演出のために別の漫画家さんに頼むってなかなか面白いわね。本作は作品全体がレポート形式という変わった形で、さらに絵柄も全く違うということもあって異端揃いの短編集の中でもかなり異色な作品になっているんだ。こういった理由から個人的に本作は藤子、藤尾先生の作品の中でもかなり挑戦的なものだと考えているぜ。異端中の異端ってことね。道理で理解が追いつかないわけだ。そろそろ、次の項目へ移ろうか。頼んます。次は本作のラスト、宇宙人たちはなぜ、実験を最後まで見届けなかったのか、だ。宇宙人たちは彼らの謎の吸引力が不変のものなのか確認するため、サンプル A と B を復活させた。しかし結果を最後まで確認しなかった。さらにこの探査が500年前の話で、かなり昔の調査をレポートとして語っていたことが判明。500年経ってなお結果を見届けに行こうとはしていない模様。これはどういうことだと思う？飽きちゃったのかな？二つ考えてみたんだが、そのうちの一つがそれに近いと思うぜ。そうなの？適当に言ってみたけど、一つ目の考察が、宇宙人たちはサンプル A と B の激しい力に感化され、人間の感情らしきものに目覚めた。しかし、時間の経過とともにその感情が風化してしまい、実験の結果を見届けようとしなくなった、というものだぜ。なるほど、宇宙人たちも人の心が宿ったのね。そしてこの考察は宇宙人たちが興味を示していた、激しい力は不変なのかという問いに、宇宙人たち自らが風化してしまうものだと暗示していると考えることができるぜ。なるほど、結果を見届けることはしなかったけど、宇宙人たちはすでに答えを持っているんだね。そういうことだ。でも、これって結局は人間の感情なんて時間とともに風化してしまうものって言ってるんだよね。それはちょっと違う気がするわ。本当に好きなもの、興味があるもの、強く刺激を受けたものに対してはずっと忘れられないものになると思うんだけど、それも一理ある。しかし、感情が風化するのかという判断を定量的に行うことは難しい。それにレイムが言った本当に好きなものは忘れることはできないというのは、あくまで記憶に残っているだけであって、感情は最初に比べて薄れているのかもしれない。この考察は感情は風化するという過程のもと行っているので憶測の域を出ない。2個目は宇宙人たちは結果を確認したが、彼らが期待した激しい力は見られず探査自体なかったことにした、というものだ。なかったことにしちゃったの？そうだ、宇宙人たちは何も収穫が得られなかったので結果をうやむやにしているのだ。なんか無理やり感のある考察ね。
そうだな。でも考えてみてほしい。生き返った A と B は小島に移送されたのだ。そこは彼ら以外誰もおらず、生存に必要な環境も整っていた。つまり彼らの愛を邪魔する障害は何もないということなんだ。A と B の間で発生していた大きな力は、互いの立場や身分による社会的な障壁を、押しのけて愛を成就させようとして生まれたんだ。だからその障壁がない平和な小島では必然的に激しい力は生まれない。よって宇宙人たちは興味を失ってしまうはずなんだ。なるほど、ここまでは筋が通っているわね。だが、作中では結果を確認すらしなかったとある。しかもその理由が彼ら自身もいまいち理解できていないような描写がなされている。これはつまり宇宙人たちにとってあまりに平凡で期待外れな結果だったので、なかったことにしようとしているんじゃないかと、私は思うんだ。ちょっと強引だけどそう考えるしかないような気がする。でもまあ私もあまり納得いっていない。なので視聴者の方にもぜひ、なぜ宇宙人たちは結果を見届けようとしなかったのか、考えていただけると幸いだ。おい、視聴者にぶん投げるなよ。最後にまとめに移ろう。無視すんな。この作品は宇宙人が地球人についてレポートを書くとどういった内容になるのかという思考実験的な作品だ。レポートの対象はロミオとジュリエットをモチーフにしていてかなり情動に富んでいる。それに対して語り手宇宙人は終始、物事を科学的に捉えようとする特徴があり、対象が本来表現したい意図と、受け手側の意図が極端にちぐはぐになっているため、価値観の違いの対比が際立った作品、といったところかな。はじめはかなりびっくりしたわ。金属片を相手の体に挿入する。とか、受光口から液体を分泌。とか、意味不明な表現が連発してたからね。次になぜ、宇宙人たちは実験の最後を見届けなかったのかについて、一つは宇宙人の中に感情に近いものが芽生え、それが風化して結果に興味を失ったから、二つ目は A と B の求め合う力がなくなって、宇宙人たちの期待通りの結果にならずなかったことにしようとしているからだ。改めるとすごい作品だったわ。最初にも言ったが私はこの作品が短編集の中でもかなりお気に入りで、だから今回解説させてもらったぜ。じゃあ、宇宙人レポート、サンプル A と B の解説はここまでにしわかったわ。ここまで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またな。ところでマリサはこの後どうするの？生命活動のための栄養素を体上部に押し込んで、静止状態で過ごすことにするわ。